こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。今日は、自分がさ、どんどんこうスピリチュアルなことに気づいたり、あとはなんだろうな、だんだんこう自分の手放しとか浄化とかが起きてきた時に、家族は大丈夫なのかとかさ、家族がどんどん家族とのこう隔たりみたいのができちゃうんじゃないかっていうところで心配してる方とかいるのかなと思うので、そのあたりの私の見解をお話ししたいと思います。で、あと何ていうのかな、困ってる人とかさ、なんていうのかな、自分が関わってる人たちは上がれるかどうかみたいなところあるのかもしれないですけど、まあ本当に前提としては、自分が見ていること、体験していることっていうのは、自分の気持ちとか感情とか周波数が投影している、そこに映し出されていますから、そっちのことを心配する必要はもう一切ないって感じですね。自分が整ってれば周りも一緒に上がっちゃうんですよ。良くなっちゃうんです。それね、すごい私身をもって体感したな今。今本当に体感してますから、自分が心地よくいれば、要は自分のなんていうのかな、ハイヤーからずれてるっていうのは、要は好きなこととかやりたいことじゃないことをやってたり、安心したりリラックスするっていうところからずれてるんですよね。で、自分がリラックスしたり安心した状態でいれば、要は自分が完全な状態、なんか神様と同じ領域のさ、こう周波数出し出すんですよ、一人一人がですよ。要はもう私たちってもう宇宙を作ったのも一人一人の中に入ってる、 DNA の中に入っていたり、もう感覚なんていうのかな、意識の中に入ってるって言われてるわけだから、すごい力を持ってるんですね。自分が自分でいれば、要はすごい周波数放ち出すんですよ。放ち出したら、要はそこの周りの人たちもみんな同じように巻き込まれていいようになってっちゃうっていうのが、なんて、それぐらいの力一人一人が持ってるんですよね。だから私は自分を整えてったら、なんかよくさ、動画とかで旦那さんが最近調子が悪いとかさ、病気とか、なんだろう、子供のことはあんまないかな。まあいろんなことが家族としては旦那さんぐらいかな。あとは、まあ旦那さんだとするとさ、自分が整えられてると良くなっちゃうんですよね。最近なんか全然言わないから、最近言わないなぁみたいななんか感じだったし、あと子供たちもなんかいい感じになってるし、あとは私の周りの人たちもどんどんなんかいい感じになってきてんじゃないかな。そうだから自分のことをやっぱ集中してやってれば、周りを上げたいとかさ、周りにこういうスピリチュアルなことを気づかせたいっていうことよりも、先に自分ですね。やっぱり自分が整えられてることが本当に大事で、なんていうのかな、こういう宇宙のこととかスピリチュアルなことに気づいてなくたって波動高い人いっぱいいるからね。なんかそううちの例えばお父さんとか、こういうことを話したら、そういう世界もあるねみたいな感じだけど、全然あんまり詳しくは知らないと思うけど、なんかとても心広いんですよ。心広くていい人なんですよね。あの人っていうか、うちのお父さんとかは、だから要はこういうスピリチュアルとか宇宙のこととかよく知らないけど、自然にそういうなんていうの、波動高いところにいると思うし、あとなんだろうな、お母さんとかもそうかな。なんか別に詳しくは知らないけど、要はほら、リラックス安心してれば最高な波動なわけだから、どういう分野でどういうことをやってるかっていうのは、まあ、リラックス安心してればいいんじゃないのみたいななんかそういう感じだから、家族の人がこういうことに気づいてなくちゃいけないって全然違いますからね。気づいてなくたって波動高い人いっぱいいるっていうことですよ。そうだから自分のことだけ見てればいいんですよ。やっぱり自分のこと整えていけば周りも変わっていく。もう本当にね、自然に変わっていく。だから変わんないってことは、まだ自分のね、浄化とかこう生み出しとかが残ってるってことだと思うんですよね。外の方に意識が向きがち、外に何とかしなくちゃっていう方を僕はやってるから変わんないんだと思うから、もう変わってほしいとかこうなってほしいっていう、もう執着手放すってことですよね。そうなるとやっぱりおのずと変わってくる。すいません、ちょっと最近ハエがね多いんですよ。こういう時期なんです、インドの。させそう
だから家族変わってほしいんだったらそういう感じ。あと人に変わってほしい、この人にこうなってほしいっていう気持ちがあるんだったら、それも自分を整えていけばおのずとその人も変わっちゃうってことなんですよね。気にならなくなってくると要は変わっちゃう、自然に変わっちゃう、自分のいいように変わっちゃうっていう感じだと思うから、気にしないようにするといいんじゃないかなと思いますね。一見するとね、本当にこうなんて言うんだろう、家族のこととか気になりますけれども、そっち気にしててもしょうがないんですよね。自分から出た波動、気持ちが投影されてるから、そこに対して心配しすぎてもしょうがないし、例えば病気の人とかだとするとね、心配になりますけれども、要は死なないからねなんか死んでも死なないというか、要はそれぞれが大きい目で見た時にね、こういう体験したいことを地球に体験しに来てるだけだから、そんなにこうなんていうの、本当に地球的な部分に入り込んでてもいいけどね、死ぬとか死なないとかさ、病気だ苦しいとか、なんかそうやってて苦しそうにしてる人がいたとしても、意外となんか魂で喜んでたりして厄介なんですよね。厄介ってなんていうのこっちからするとさ、苦しそうだからかわいそうって思うじゃん。だけどさ、本人喜んでる可能性があるから、そっちの方ばっかりだから意識向けてるってことだから、見ない、なんていうの、見てもしょうがないんだけど、なんていうのかな、自分の波動を整える方をやっぱり一生懸命やって、でこうなんて淡々と外側のことに関しては淡々としていると、意外と周りも良くなってっちゃうんじゃないかなって感じ。それでもやっぱり何か外側の部分がなるとしたら、もうその人はそうしたい、そういうカルマだったり、本人の魂としては何かそういうことを体験したいって大きい目で見た時にそういうことになっちゃうから、その人はその人なんですよね。私のお兄ちゃんだとすると、お兄ちゃんがこうがんになった時にさ、なんていうのかな、いろんな人にこう見てもらったりとか、私も見てて思ったのは、要はもう自分がやっぱり体験したい、全うしてきたみたいな感じで、体験したいところを体験してるっていう感じだったんですね。だから苦しいとかさ、なんか亡くなりそう、死んじゃいそうな時とかっていうのもさ、要はもうお兄ちゃんなんかもうその辺りのところっていうのは、要はもう次にアセンションしたいって言ってるよって結構霊視する人が多かったんですよね。だから本人的にはやだとか言ってるかもしれないけど、魂はアセンションしたいって言ってるとしたらもうなんか何もなんかなすすべがないし、望んでることっていうのはさ、相手には分かんないってことなんですよ、本当に望んでる部分は。だったら自分を整えてればいいっていうことだから、そうだから結構お兄ちゃんのそういういろんなことが家族としては巻き込まれたりしてたんだけど、淡々としてたよね。私は結構淡々としてますね。こういう風にしたいんだなとかさ、そこで私が何を思うかみたいな、そこだけは思うけど淡々としてます。はい。そして今こうやってお兄ちゃんの話してると、お兄ちゃんが来ますねみたいな、って今って言ってます。そう楽しいみたいだしね、そっちの方の世界も。そうだから家族アセンションとかに関してちょっと話がそれましたけど、家族と共に周りの人と共に上がっていきたいって本当に思うんだったら、自分を整えることが一番大事だし、それだけだと思いますね。そうすると上がる、勝手に上がります。勝手に良くなっちゃう。自分のエネルギーを大きくすることが一番大事だから、自分がハイヤーとして一致することだけなんですよ。安心ほっとするリラックスっていうとこが、要はもう自分とハイヤーが一致するっていうことだから、そこでね自分が過ごしているとね、今起きている渦っていう、なんかエネルギーの渦っていうのがあるんですけど、起きている渦がね小さいんですよ。これが自分がね一体化して安心ほっとするリラックス、好きなことをやるっていう一致した状態だと、渦がねすんごいでかくなんですよね。でかくなるから周りの人たちも本当に巻き込まれていい具合に良くなっていく。その渦がね大きくなるんで、この渦はね自分が一致してる限りというか、自分が安心ほっとするリラックスやってれば止まんないんですよ。これがすごいなと思うんですね。じゃあずっと
だから急ブレーキかけるのが要はまた地球的な観念に入ると急ブレーキかけちゃうって感じだから、もうずっと私ははあみたいな感じで、リラックスを心がけてるんですね。どんな時も、焦る時とかあるよ自分が、何ですかみたいな、今子供来たりね、何ですかみたいな時ありますけど、でも戻るんですよ。戻るようにしてる。そうするとやっぱりこのエネルギーの止まんないね。止まんない。どんどん大きくなる一方っていう感じだから、これが本当にこうハイヤーの力であって、一人一人が神様と同じ力があるって言われてるところなんだと思うんですね。はい。みんなすごいですから、特別な力とか、あきこさんだからあるっていうふうに思い続けたっていいよ。でもそれはさ、本当にそうやって自分が力がないって思い続けるところを今まで生きてきたから、やっぱりそういうのに何かこう定義づけしたいっていうところだと思うんだけど、やっぱりすごいんですよ。一人一人、あなたたちっていうのかな、一人一人の中にそういう力があるから、そう自分が自分を生きれば全部良くなっちゃうんですよね。はい、わかりましたかねなんかで、最近そういえばさ、ちょっとまだ話がずれちゃうかもしれないけど、綺麗になったって本当に言われるんですよね。とてもなんかどうしちゃったみたいな感じで言われるんですけど、これは要はさ、やっぱり自分が自分であるっていうことだけをやってるから、でもう宇宙と同調してるわけじゃない。安心ほっとするリラックスっていうとこずっとそこだけをやってるから、なんかそういうエネルギーがさやっぱ流れてくるのがね、別になんか 10代の頃から30代って言われてきた人間としてはなんかよくわかんないけどあんま見た目とかもよくわかんないけど、そう芸能人とかもさ、要はそういうなんていうのかな、ある程度になってくるともうさ自分で管理できなくなってくるんですよね。自分の健在意識の領域からもう超えたところのなんかでいろんなことが渦が起きて、いろんなことが動き出すようになってくるから、そうするともう自分でできないから、もう手放して任せるしかないみたいな、宇宙にお任せみたいになってくるんですね。そうなってくると要はもう水を得た魚じゃないけどさ、現実としてはすごい大きくなってくるし、でいつもその宇宙につながった状態みたいになってくるから、宇宙エネルギーが流れてきて変わっちゃうのがね、なんか綺麗になっちゃったりかっこよくなっちゃったり、芸能人とかもどんどん輝いていく人っていうのはさ、宇宙エネルギー使ってんのかもね。だからそこが見えるのかなと思うから、なんか美しくなりたいとかさ、かっこよくなりたいとか痩せたいとか思うんだったら、自分が自分と一致してればいいんじゃないですかっていう感じ。そうするとなっちゃうんじゃないかねっていう感じがします。はい、もう本当に一人一人がね、自分であることだけに集中していただければいいんじゃないかなと思っています。ではではまた撮ります。